こちら、アンゴラです。先週、アメリカで暗号資産の命運を握るクラリティ法案上院統合版が公開されました。クラリティ法案は暗号資産が証券なのかコモディティなのかを明確にし、規制当局の役割分担を整理するための法案です。暗号資産業界をいつ訴えられるかわからない無法地帯から明確なルールの下で銀行や企業が安心して参入できる金融業界へと変貌させる歴史的法案です。今回の上院統合版は、上院銀行委員会版と上院農業委員会版を統合したもので、全616ページに及びます。この616ページをすべて読みました。そこで今回は、全編読破したアンゴロだからこそわかるクラリティ法案投資家衝撃ランキングトップ10を独断と偏見で発表します。最新版で新たに盛り込まれた内容だけのランキングではなく、クラリティ法案全体の内容を元にした衝撃ランキングです。それでは発表します。10位は銀行の暗号資産業務を正式解禁。今までアメリカでは銀行がビットコインなどの暗号資産を取り扱おうとしても規制当局からの明確なガイドラインがなく、下手に触ると行政指導を受けるというグレーゾーンでした。今回解禁されるのはデジタル資産を担保にした融資、保管管理を行うカストディ業務、ステーキング代行、ウォレット提供、売買仲介、ノード運営、マーケットメイクなど多岐にわたります。例えば、私たちが普段使っている銀行に暗号資産を預け入れ、暗号資産を担保にお金を借りたり、ステーキング報酬を受け取ったりすることが合法になります。これにより、暗号資産取引所を使うことに不安を感じていた人や機関投資家が使い慣れた銀行を通じて市場に流入してくる可能性が開けました。次に9位は、ビットコイン ATM に超厳格規制、絶滅の危機。アメリカはビットコイン ATM の設置台数が世界一です。ビットコイン ATM の魅力は、現金でさっと買ってすぐにウォレットに送金できる手軽さです。それが新規利用や新しいアドレスへの送金は最低72時間保留されるようになり、新規顧客には14日間の監視期間と1日$3500までの利用制限が課されます。その他事業者は顧客に対し、本人確認、送金先ウォレットの確認、詐欺警告、友人カスタマーサポート、犯罪リスクの監視、もし顧客が詐欺に誘導されたら手数料を返金しなければならないなど厳しいルールがてんこ盛りです。顧客が減り、運営コストが跳ね上がり、撤退する業者が相次げば、ビットコイン ATM は絶滅の危機に直面する可能性があります。次に8位は、デジタルコモディティ認定のハードルが激高。暗号資産は開発初期は証券取引委員会の ACC に管轄され、成熟したブロックチェーンのテストをクリアするとデジタルコモディティに昇格し、重い開示義務や訴訟リスクから解放され、現物 ETF などの金融商品化への道が開けます。しかし、デジタルコモディティとして認定される条件は非常に厳格で、関係者がトークンを大量保有していないこと、仕様変更を関係者の独断で行えないこと、トークンの価値が運営側の働きに依存していないこと、創業チームによる経営努力がほぼ行われていないことを証明する必要があります。次に7位は、暗号資産の資金調達2億ドルまで特例化。今まではトークンを販売して資金を集めようとすると SEC から未登録の証券販売だと訴えられるリスクがありました。それが4年間で約330億円までなら、証券登録をせずに合法的にトークンを売って資金調達できるようになります。ただし外国法人は対象外です。次に6位は、
創業者が違反売却したら投資家は返還請求できる。暗号資産の世界で大きな社会問題になっているのが、プロジェクト関係者による悪質な売り抜けです。もし関係者が売却制限に違反して売却した場合、投資家は売却益の返還を請求できるようになります。次に5位は、ミームコインもデジタルコモディティになれる。実用性のないミームコインは一括りで未登録証券として潰されるんじゃないかという不安がありました。今回の法案で実用性のないミームコインであっても堂々とデジタルコモディティになれる合法ルートが用意されました。次に4位は、管理者が止められる DeFi は分散型と認められない。DeFi は中央管理者が存在せず、プログラムだけで自動運用されている金融サービスのことです。しかし、現実にはハッキングや仕様変更の時に開発チームがサービスを任意に止められる DeFi が多く存在します。こうした DeFi は分散型とは認められず、SEC の規制対象になり、本人確認が導入されて匿名で使えなくなる DeFi が出てくる可能性があります。次に3位は、XRP、エーダコイン、ドージコイン、柴犬もデジタルコモディティへ。今まではコモディティとして安全とされた暗号資産はビットコインとイーサリアムくらいで、他のコインはいつ SEC に未登録の有価証券と訴えられるかわからない状況でした。今回の法案には、2026年1月時点で ETP として米国に上場していた暗号資産は、証券でも付随資産でもないと定められています。つまりデジタルコモディティ。XRP の ETF は2025年11月に上場しました。また、今年3月に ACC が公開した資料にはデジタルコモディティの具体例として、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ、XRP、エーダコイン、ドージコイン、柴犬を含む16個の暗号資産を挙げています。次に2位は、ステーブルコイン保有の利息禁止。ステーブルコインを保有しているという理由だけで利息や利回りを支払うことが禁止されます。禁止の理由は、銀行から巨額の資金が流出し、金融システムが不安定になるのを防ぐためです。ただし、ステーキングや流動性供給など、活動に対する報酬は許容されています。そして第1位は、大統領夫妻などの独自トークン商売を禁止。最近、政治家本人やその家族が知名度を利用して独自トークンを発行し、巨額の利益を得ることへの批判が強まっています。そこで法案では、大統領や副大統領、連邦議会議員などの公職者とその配偶者が在職中に独自の暗号資産を発行、宣伝し、対価を受け取る行為を禁止します。この規制には面白い仕掛けがあり、2029年1月20日の正午に執行することです。この日は次期大統領の就任日です。まさにトランプ大統領のための規制。ちなみにトランプ大統領はトランプコインなどの暗号資産の販売で約2300億円を稼ぎました。以上、クラリティ法案投資家衝撃ランキングでした。この動画が参考になったらグッドボタンをお願いします。このチャンネルでは投資判断に役立つ深掘り情報を解説しています。次回の動画を見逃さないようチャンネル登録をしてください。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。